はい、こんばんは、メマルでございます。今日はですね、廃村巡りですね。場所はですね、福井県越前町の山奥の山奥、明賀というところになります。あまりここ知られてない場所でして、こちら視聴者様からのコメントで情報をいただきましてやってまいりました。相当な山奥です。で、結果的なことを言いますと、建物は1軒だけありました。あとはもう何かあったかなみたいな、そういった感じではありますけども、ただその中にあってもその廃村であった、かつて村に人が住んでいたその形跡面影、そういった道の跡、かすかな道の跡がありました。そういったのを探ってまいりましたので、ぜひご覧ください。まずね、最初の方にちょっとダイジェストでもう何十倍速かでこちらの地区へ来るまでの山奥のどれだけ険しい道を走ってきたかっていう林道動画をお届けしますので、まずそちらの方をご覧ください。あった。目的地は右側です。なんちゅうとこにあんねんこれ。はい、それでは山深い山村廃村ですね。ちょっと散策しますけど、そんなに建物がないかもしれません。ここにだけね、一軒だけあるんですけども、この界隈に古地図によると神社のマークがあったんで、あとちょっとこの階段があるんでね、ここと登ってみましょう。苔がすごい。なんかちょっと、瓦ありますね。瓦ちょっと。屋根瓦が落ちてますので、明らかに多分、あるね。形跡がありますね。家があったみたいですね。白が生えてますね。これ、樹水マスかなんかかな。ここは一軒ありますね。残念ながらちょっと明確な建物の形っていうのはないんですけどね。ちょっと上の方行ってみましょう。ここ橋があったみたいですね。ささやかな橋ですね。人が生活してた雰囲気はありますね。こういうね、なんか立てかけてあるのとかね。白がすごいね。多分ここも古い道があったのかな。この辺は家がなかったのかな。昭和30年ぐらいで廃村になったような感じで聞いてますけどもね。建物があって崩れて朽ちちゃったのかな。これ足踏みミシンかな。遺跡って書いてあるな。でもなんだ、田んぼとかあったのかな。ポンプですね。機械なんだろう。ちょっとなんだろう、こういう機械が散乱してるというか、何か機械小屋だったのかな。明確な建物というのはこちらの蔵ですね。ここにね、石がなんかありますね。ここも建物があったのかな。瓦あるね。やっぱあったな。ここもなんかあったみたいですね。メイン集落のアクセス路を探しましょう。こっちかな。神社がこっちにあるって聞いたんだけどな。神社跡かな。
まあもちろん神社はねもう移転されてるというか明確な廃墟ってのはこれぐらいですね。まあ覗いたところで別に何もないですけど、ないですね。こういう建物があって、多分こっち側にこの上側になんか集落あるような感じなんですけどね。なんか向こうへ渡るような橋はないですね。か崩れちゃったのかな。橋でもあればなんかここだって思うんですけど、人為的な石垣発見、ここにも多分家があったんじゃないかな。だから多分この辺メインストリートかな。ちょっと道っぽいの見えたぞ。ちょっと道が、これは道だろう。まさにちょっと探検モードですね。あそこにさっきの蔵があるんですね。マップ上ではこの辺に神社があるような感じで映ってたんですね。これもおそらく旧道ですね。集落内の道だと思うんですね。右手向くと平らなところがあるんで、こういうところに民家があったと思われます。お、遺構発見。よいしょ。はい、人工物発見。明らかに群がったことは確かですね。お、石碑を発見しました。よいしょよいしょ。ああ、神社跡だ。ああ、ってことはなんだ、こっちの上の方が、ああ、河原とかある。明賀神明神社跡ですって。周りをチェックしますね。神社が高台にあった、僕が思うんですけどもね、神社より下の方に家があると思うんですよ、おそらく。やっぱ神様を上から見下ろすってことはあんまないと思うんで、おそらくここがてっぺんなのかなと思います。あ、やっぱ神社の前ってのはこういうね大木があるんですよね。建物はなくてもね、この神様は宿ってると思います。必ずここで見守ってくれてると思います。河原があるから神社の河原かな。昭和59年5月吉日、上野区善光寺秋葉堂に移設。まあここの方々もその上の区か上の区かっていうところに集団移転されたものだと思われますけど、これは僕の予想です。人工物発見、茶碗ですね。なんか皿がいっぱい産卵。おっと、人工物発見。なんだこれ、何かあったみたいですね。もしかするとここが神社やったのかな。神社跡だったらあそこに、ここに石碑建てますよね。でもなんか雰囲気的に参道っぽいよな。参道で鳥居があったっていう。違うか。こうほら、苔の生えた石とかありますし、まあ、これはもともとの石かもしれませんけども、まあ、なんか聖域かもしれませんね。ちょっと心して向かいます。こういうとこってそういうなんかスポットの可能性がありますからね。精霊的なものが宿っててもおかしくないような、そんな感じじゃないですか。まあ、いつも言いますけどもね、こういう寂れた村でもやっぱ子供さんはいたはずですからね。この今静かな山奥でも子供が走って歩いてたんでしょう。この道を通ってね。これ道ですね。本当にありがとうございます。失礼します。では戻りましょう。ここは神社への登り道かなと思います。で、そしてここがこの道ですね。あーっと、なんかあそこに林道抜ける道があるぞ。それっぽい道があるぞ。これも道、あった階段発見。階段ですよ、階段。こういう明確なのあるといいですね。明確にこういうね階段があったりすると、あ、廃村だったんだなって思いますね。
これが階段ね、階段ですわ。でこれ道かな。で川があるんで、川挟んで林道があります。なのでここら辺に橋があったのかもしれませんね。あそこのさっきの蔵ですね。よいしょ。ここちょっと崩れてるんで、もしかしたらここかなと思っていっぺんここ下ってってみましょう。よいしょ。もしかするとここ橋があったのか、ここだけなんか狭まってるので、なんかこう通ってったのかもしれませんね。はい、戻ってきました。あの蔵のあるとこからこの界隈も家があったんでしょうね。現存して建ってるのは、明確に建ってるのはこの建物だけですね。まあこれが残ってるだけでもなんかちょっと嬉しかったですけどね。神社の跡は見れたのが良かったです。はい、じゃあまあ今日はねこれぐらいにしておきますね。もっと探せば何かあるのかもしれませんけども、もうかれこれ何十年ももう廃村になってから建ってますので、もう痕跡といったらああいう瓦とかああいったものしかございません。ただ今日はこちら廃村ツアーとしてやってまいりましたけども、建物はなくともその人々が通っていた証である道とか階段とか神社の跡とか、そういったのが見られたからすごい僕はとても満足してますし、ここの方々、ここらに住まれていた方々もこうやって今でもこうやって残ってるんだなって見ていただければ幸いですしね。あとまあこういう昔確かに人が集っていたこの雰囲気が今でも残ってることに僕は嬉しさを隠しきれませんね。本当何言ってるのか分からんけど、ごめんなさい。もう一回テイクワン。ちょっとその前に脱ぐわ。はい、では今日はこれまででございます。今回のこちらの廃村ですね、越前町明賀ですね。こちらもう昭和何十年ぐらいからかもう廃村になって何十年も経っております。なのでこうやって明確に分かる建物だったらこれぐらいしかなかったですけども、ただ今回来て分かったことは、まあ確かにここには村があった。で人々が住んでた形跡があったということで、こうやって何もないとこでしたけども、廃村といって明確になんか動画的になんか素晴らしい絵があるかって言ったらないんですけども、ただこうやって人々が集っていたこういう階段の跡とかで、人々がこうやってこの村のよりどころにしていた神様があった形跡とか、そういう神聖な場所とか、そういったものを垣間見れたことがとても良かったですね。これがあるからこういう廃村ツアーっていうのはいいのかもしれません。明確にそういうなんか構造物があるから面白いじゃなくて、こういう何もないところにこういうものを、人々の住んでいた思い出があるところをこうやって映し出せることが今回良かったかなと思います。それでは今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。MR でした。ありがとうございました。